こんにちは、りえこです。今日は2025年10月16日からスタートした経営管理ビザの新しい審査基準についてお伝えします。この改正はこれから日本でビジネスを始める人だけでなく、すでに経営管理ビザで在留している人にもかなり大きな影響が出ているかと思います。今日は重要な改正ポイント5つと、いつまでに新しい基準をクリアすれば次の更新許可がもらえるのかどうか、そして今回の改正に伴う注意点をお伝えしていきますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにして、ぜひ最後までチェックしてみてください。はい、こちらが入国管理局から発表された新しい基準になります。この新しい基準がいつから始まっているのかというと、2025年の10月16日からスタートしています。そして今回の大きな変更点が5つあります。まず1つ目の改正ポイントは資本金に関する変更で、今までの経営管理ビザでは500万円の資本金があれば申請できていましたが、改正後はなんと6倍の3000万円が必要になり、かなりハードルが高くなりました。二つ目の改正ポイントが申請者の経営管理の経験や学歴要件に関してで、今までは特に経歴に関する条件はなかったのですが、新しい基準では経営管理の経験が3年以上、または経営などに関する修士以上の学位が必要になりましたので、単純に資本金があるだけではビザは取得できません。3つ目のポイントが常勤職員の雇用についてで、今までは従業員の雇用の義務はなかったのですが、新しい基準では少なくとも1人以上の常勤職員を雇うことが必要になります。しかもこの常勤職員は誰でもいいということではなくて、日本人や永住者、または日本人の配偶者などの身分系のビザを持っている人に限られて、この中から最低でも1人以上を雇う必要があります。なので、技術、人文知識、国際業務ビザとか、技能ビザの人を雇用しているだけでは、この要件はクリアしないということになりますので、注意していただければと思います。4つ目の日本語能力についても、新しく規定が追加されています。今までは日本語能力は問われませんでしたが、新しい基準では申請者か常勤職員のどちらかで日本語能力検定試験の JLPT でいうと N2 レベル相当の日本語能力が必要になりました。このレベルがどれくらいかというと、日常会話はもちろんビジネスシーンでのコミュニケーションが円滑にできるレベルになります。そして5つ目のポイントも新しく追加されたもので、専門家による事業計画書の確認が必要になりました。現状では、中小企業診断士か公認会計士か税理士に事業計画書を事前に確認してもらう必要があります。それでは、この5つの改正ポイントを踏まえて、あなたがこの新しい基準をいつまでにクリアすればいいのかを見ていきます。まず、この新しい基準は2025年10月16日からスタートしていますので、この1日前の2025年10月15日までに申請している方については、改正前の古い基準のままで審査されますので、新しい基準に適合していなくてもすぐに不許可にはなりません。では、現在、経営管理ビザで在留中の方については、施行日から3年以内の2028年10月16日までであれば、更新申請の時に新しい基準に適合していなくても、すぐには不許可にはなりません。施行日から3年間は猶予期間となるので、経営状況や今後の見込みを考慮して審査されます。そして、3年が経過した2028年10月17日以降に更新申請をする場合は、一部緩和措置があるようですが、原則として新しい基準をすべて満たす必要があります。重要な日付をもう一度確認すると、2025年10月15日までに申請して、今審査中の人は古い基準のままで審査されます。そして2025年10月16日から2028年の10月16日までの3年間は猶予期間となりますので、古い基準のままで更新申請が可能ですが、経営状況や納税状況が悪い場合などは、今まで通り不許可になることもありますので、注意していただければと思います。そして2028年10月17日以降は原則として新しい基準に適合しないと不許可になります。その他にガイドラインに記載されているポイントを見ていくと、
事業内容については、仕事を外注しているだけの場合など、経営者としての活動が認められない場合は、ビザは取得できません。2点目が、自宅兼事業所は原則 NG になりました。古い基準では自宅兼用の場合でも許可が下りるケースがありましたが、今後は事業規模に応じた専用の事業所を準備する必要があります。そして、経営管理ビザから永住許可申請をする場合、2025年10月16日以降は、経営管理ビザが新しい基準に適合していない場合は永住許可が下りませんので、これもかなり厳しくなっています。そして海外出張などで長期間出国する人も多いかと思いますが、新しい基準で更新が認められない場合があるので、計画的に出張したり、あるいは出国自体を検討する必要が出てくるかもしれません。その他に税金や保険関係では、雇用する従業員の雇用保険や労災保険に関する説明書、給与の支払いに関する資料などが必要になってきます。また、事業に許認可などが必要な場合は、きちんと取得しているかどうかも審査の対象になりますので、これから経営管理ビザを取得される方は、基本的には事業開始前に許認可等を取得する必要があります。はい、今日は経営管理ビザの新しい基準についてお伝えしました。ポイントをまとめると、資本金3000万円以上が必要になり、申請者は3年以上の経営管理に関する経験、または修士以上の学歴が必要で、日本人や身分系のビザを取得している人を雇用する必要があります。さらに N2 レベル以上の日本語能力も必須となり、専門家による事業計画書の事前確認も義務となりました。また、この新しい基準は2025年16日から始まっていますので、それより前に申請した場合は古い基準で審査されます。そして、今現在経営管理ビザを持っている人は3年間の猶予期間がありました。2028年の10月16日までに更新申請を行う場合は、新しい基準に適合していなくてもすぐに不許可にはなりませんが、3年が過ぎた2028年の10月17日以降の申請は、原則として新しい基準に適合していないと不許可になります。そして、経営管理ビザから永住許可申請をする場合は、新しい基準に適合していないと永住許可は認められません。経営管理ビザの取得や永住許可申請を検討している方は、新しい基準に沿って早めに対策することをお勧めします。私たちは経営管理ビザの準備に時間がかかっている人や日本に在留しながらしっかりと経営管理の準備をしていきたい人のためにビザのサポートをしています。もしお悩みなどございましたら説明欄にある公式 LINE からお友達に登録していただきお気軽にご連絡ください。また、経営管理ビザを申請するときに必要な書類が変わりました。申請するときに入国管理局に提出する書類のチェックリストを私の公式 LINE から無料でダウンロードできます。ダウンロードの方法を動画の説明欄に載せておきますので、ぜひこちらを活用してビザ申請の準備をしていきましょう。また、たった7つのステップで永住許可申請ができるのかどうかがわかるセルフチェックシートや、許可申請の条件が確認できるチェックリストも公式 LINE から無料でダウンロードできます。動画の説明欄にダウンロード方法を載せておきますので、ぜひ活用してみてください。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。